香港エクスプレスを使って今から香港に1泊2日で行ってきます。空港内を電車で移動するというすごいですね、これは。しかし香港国際空港は世界のハブ空港として有名なだけあってめちゃめちゃ中が広いですね。とりあえず、現金持ってないんで1万円だけこちらで交換していきます。ウーバーでなんとかタクシーゲット。ホテルまで300香港ドルぐらいです。ひとまず今夜泊まる噂のチョンキンマンションの方に到着しました。やっぱり香港に来たならここに泊まらないとですね。こちらのチョンキンマンションは1961年に完成し、17階建てのビル5棟が集まった総称となっております。また観光地までのアクセスもかなり良く、そしてかなり安い宿が密集しております。香港の中で両替をするレートの良さがいいことでも有名となっております。ホテルがあるのは E ブロックということで奥の方に向かっていきます。中東とかインドの方、バングラディッシュとかそれ系の方が多い印象ですね。私は頭痛で数時間ダウンしていました。スコーンとマカオ式のエッグタルトを買ってきてくれました。ベイクハウス評判通りの美味しさに頭痛も回復。少し体調良くなってきたのでお土産屋さんホテルの近くに買ってきました。マグネットめちゃめちゃ可愛いですね。いろいろ売ってる。1個30香港ドルなんで600円ぐらいだからまあまあそんな高くないです。実は今日はクリスマスなんですよ。そのせいかもともと香港がこのぐらい人が多いのかちょっとわからないですが全然歩けないぐらい人が多いですね。今アベニューオブスターズの方まで歩いてきました。今夕方6時半ぐらいなんですけどもうすでに夜景すごいですね。念願のブルース・リーの銅像来ました。夜に見るのもいいですね。今見てないけど、続いてはシンフォニー・オブ・ライツがもうすぐ始まるんで向かってます。やっとシンフォニー・オブ・ライツ始まりましたね。光と音楽のショーということで約10分間毎日やってるということでこれが無料ならすごいですね。ちなみに今回泊まるホテルは、こんな感じです。これでも値段そんなにめちゃめちゃ安いかって言われるとそうでもないんですけど、シングルベッドよりも一回り小さいベッドが1つ、ダブルベッドよりもちょっと小さいぐらいのベッドがもう1つで、これで3人部屋になってますね。そして一応窓はついてます。これだけがまだ救いですね。海外でよくあるトイレとシャワー室が一体型になったタイプです。これは洗ったらびしょ濡れになるパターンですね。下がまあ1泊泊まるだけなんでこれで我慢しましょう。でちなみにこのホテルの部屋でだいたい1泊1万7000円とかぐらいだったと思います。それでは明日に備えて寝たいと思います。香港は信号の音がすごい独特ですね。2日目の朝はホテルの近くのカフェで朝ごはん。雰囲気も良くとても美味しかったです。フィリピンで人気のジョリビーもありますね。
調べた感じ、香港で4軒ぐらい見つけることができました。スターフェリー乗り場に来ました。ここから5分とか10分くらいフェリーに乗って香港島の方に向かいます。やっぱりこの港の景色だけはどんなに都会に行っても穏やかで気持ちがいいですね。今香港島側に着きました。チケットは 5.6 香港ドルなんで130円ぐらいですかね。安いですね。2階建てバスに乗ってピークトラムに行きます。1人13香港ドルなんで260円。30分ぐらいバスに乗って、結構山道なんで乗り物酔いする人はちょっときついかもしれないですね。かわいいおしゃれなお店いっぱいです。さっきバスの中で台湾人の女の子が日本語喋れるみたいで話しかけてきてくれましたね。ビクトリアピーク山頂に来ました。すごい。香港式のエッグタルトが売ってたんで買います。12香港ドルなんで240円。いいですね。うまそう。プリンだね。うまい。エッグタルトは2種類あります。マカオ式はパイ生地でカスタードに焦げ目、香港式はクッキー生地でカスタードがツルツル。私は香港式の素朴な味の方が好みでした。帰りもバスに乗ってセントラルに戻ります。日本と比べるとトイレが少ないんで、見かけたらその都度行っておいた方がいいですね。お昼を食べにセントラルを歩いています。香港の人口は753万人で長生きなことでも有名です。水1本で12香港ドル。チャーハンいただきました。かなり大きいですね。僕の手と比べても。でエビワンタンも来ました。うまそう。すごいこれも量が多い。これが楽しみで頼みました。豚さんオレンジのやつ。ワンタン麺めちゃめちゃうまい。いろいろ来ました。食べ終わりました。5人で会計1079香港ドルってことは2万円ぐらい。もう高い。でも美味しかったです。再びカオルーンの方に戻ります。しかし今12月なんですけどめちゃめちゃ寒いですね。今日は最高気温でも14度ぐらいです。都会の中のオアシスを求めてカオルーン公園に来てみました。樹齢何年なんだろう。これすごい太いですね。こういう木が結構香港多いですね。街中にも。カオルーン公園は東京ドーム3個分の広さ。セントラルには香港公園もあって珍しい野鳥が見れることで有名です。香港公園も次回はぜひ行きたいです。カオルーン公園で一番の見どころ、フラミンゴが見えてきました。
そしてカオルン公園にマックの出店みたいな、なんて言うんだろう、これアイスだけ売ってるんでアイスを買いたいと思います。これで17香港ドルなんで340円か、340円ですね。アイスの中身がかさ増しみたいな感じですっぽり抜けてます。でも美味しいんで OK にします。今回は滞在時間が少なかったのでたくさん香港を回れませんでしたが、カオルーン公園は本当に良かったです。友達と集まれる場所も少ないのかもしれません。ここはみんながお菓子や飲み物を持ち寄り楽しそうに過ごしていました。男子トイレが合理性を求め尽くした結果みたいな形になってますね。確かにこれは一気にみんなできる。ウーバーでタクシーを呼び空港へ向かいます。ドライバーの方は神戸に3年間留学していたため日本語が堪能でいろんな話をしてくれました。香港人としても物価が高く住みにくい。自分は香港人でも中国人でもどちらでもいいと思っているが、イギリス人でないことは確かだ。トランジットでの短い滞在でしたが、香港に来れてよかったです。再び香港エクスプレスに乗って次の目的地に向かいます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントもいただけると嬉しいです。